管理人の皆さん、ようこそ。エンドフィールド開拓記録チャンネルの連絡員、ロナです。今回は充足場をサブ拠点だけで一から作る生産ラインの解説をしていくよ。まずは、完成している生産ラインを見てみよう。前回の中容量無量バッテリーのような解説用の生産ラインではなく実用的な生産ラインとなってるよ。ちょっと複雑になっているけど大丈夫。一つずつ解説するね。と、その前に今回から解説に参加してくれる人を紹介するね。管理人さん。皆さんはじめまして、実務担当の管理人が、これからよろしく。個人制作のため立ち絵が、ゲフンゲフン。そのうち半沢さんみたいな立ち絵があればいいよ。それでいいのかな？とりあえず、今しばらくは CV 参加ということでお願いしますね。了解が。あと、みんなに一点だけ注意が。綱領計画を開放するにはストーリーをサブ拠点開放まで進めてくれ。では、気を取り直して、まずは必要な生産工程を見ていこう。単体を作るところから始まって、充足場まで作るならここまで必要だよ。ほぼ上昇廃液を作るのと変わらないが。そうだね。注意点は測定がこことここで合計3ライン分必要という点だね。今回の生産ラインは安定単体を作る工程と測定からの工程が分かれていることを踏まえて早速見ていこう。ここが安定単体を作っているラインだよ。この形で安定単体が3つ生産できるようになっているんだ。どこに持って行っても使えるようにしている。これがいわゆるモジュール化ってやつだ。モジュール化するとまた使うときにそのまま使えるから便利ですね。安定単体を3つ欲しい状況ってあんまりないけどな。じゃあなんでわざわざモジュール化したんですか？その方がかっこいいからが。安定単体の生産ラインを細かく見ていくよ。まずここで金層、単体、単体粉末、高濃度単体粉末、安定単体、そして強薬貯蔵庫に収納してるよ。基本的には今説明した工程が3つある状態だ。サンドリーフだけ普通の使い方じゃないね。どうしてもこの範囲内に収めたくてな。サンドリーフ1個で粉末3個作れるから研磨機1台なら3回分賄える。つまり粉末3個使用するたびにサンドリーフが供給できればいい。分流機なら3方向のうち1箇所だけ流せばちょうどになるんだ。これを見ている管理人さんたちは無理な設計をしないで普通に供給してあげてね。とにかくこれで安定単体3つ分だね。測定を3つ作るのに安定単体が6個必要だから、このモジュールを下に追加してあげたら OK だよ。次は安定単体を使って測定から先を作っていくよ。測定は並べた3つに供給すればいいだけだから簡単だね。ここからがバージョン 1.2 の新要素、大型化学反応の出番だね。今までは測定を液化測定にして上昇廃液にするのに、化学反応を2個使わないといけなかったんだけど、大型化学反応なら1個で上昇廃液まで生産できるよ。根張りエキスと金層エキスを同時に作れたりと結構便利だ。大型化学反応に測定、水、お水を入れて、転入コールに測定と上昇廃液を入れてあげれば重測定の完成。不活性上昇廃液を排水処理器に入れることを忘れずにな。重測定はストーリーで使うことになるらしいから、液化重測定にしておくといいぞ。液化重測定は新アイテム、沈殿酸を化学反応炉に入れて作ってね。どうだったかな？実際はここまで圧縮しなくてもサブ拠点で作れると思うから、スペースにだけは気をつけてオリジナル拠点を作ってみてね。もしこの動画で測定の作るラインが分かりにくかったら、こっちの動画でもう少し見やすくなってるから確認してみてね。次は何を作ろうかな？次は非動関連じゃないか。じゃあ次は非動装備部品の動画で会おうね。バイバイ。またな。